はいどうも、浦野です。今日はですね、動画クオリティを上げる方法についてお話ししていきたいと思います。どうすればいいかっていうのはね、先に結論を言うんですけど、それはね、音にこだわるということになります。皆さんが普段ね、見ている動画で何気なく見ちゃうなとか、なんとなく見やすいなって感じる動画って音、聞きやすくないですか？どんなにね、綺麗な絵でも、やっぱノイズだらけのね、音の動画って、ちょっと見続けられないと思うんですよね。なので、音質にこだわるっていうことが重要になってくるわけです。で、もちろんね、これは一つの要素であって、他にも品質を上げる方法ってね、たくさんあるんですけど、映像面での品質って、撮影スタイルもまちまちですし、その人の好みや個性によってもね、違いが出てくる部分だと思いますので、一概にこれが正解だっていうものがね、ないと思うんですよ。ただ、音質についてはね、もう共通して、いかに聞きやすいか、不自然でない音なのかっていうところが品質に直結していると思っておりまして、ノイズだらけのね、聞きにくい音とか、ちょっと音量が小さめでね、何言ってるかちょっと聞きづらいなっていう動画が好きな人はね、あんまりいないんじゃないかなと思っております。で、実際ですね、最近のカメラって内蔵マイクもすごく良くなってきているんで、もうそのままね、撮った動画でももちろん綺麗なんですけれども、どうしてもノイズとか音量の部分でね、物足りなくなってしまう部分っていうのが出てくると思います。なので、もう一歩ね、録音時の音質をこだわって、ワンランク上のクオリティを目指してもらうっていうのがね、いいんじゃないかなと思っております。じゃあね、具体的にどうするかって話なんですが、お金をかけずにできることもありまして、例えばですけどね、エアコンとか消して生活音や環境音が入らない場所で撮ってもらうっていう方法になります。ただこれはですね、夏の暑い時期とかはですね、エアコン切って撮影ってちょっと現実的じゃなくて、体調をね、崩しちゃう可能性とかもあるので、あんまりおすすめしないです。なので、お金はかかっちゃうんですけど、収録用のね、別途マイクを買ってもらって、それを使って収録してもらうっていうのがいいのかなと思っております。で、マイクを使った撮影方法も実はいろんな種類がありまして、一般的なのはね、カメラにショットガンマイクをつないで撮る方法っていうのもありますし、オーディオインターフェースと、こういったね、外部のマイク、コンデンサーマイクとか、ダイナミックマイクと呼ばれるものをつないで、パソコン側でね、収録するっていう方法もあったりします。ただね、これらの方法に関しては、カメラからの距離にね、制限があったりとか、手元にマイクを置くことになりますので、頻繁にね、アングルを変えれなかったりとか、手元を映すアングルがちょっと取りづらいといったような問題があって、ちょっとね、一長一短なんですよね。撮影スタイルによってはそれで全然十分ですよっていう人もいると思うんですけど、自分の撮影に関してはそれだとね、少し制限がありました。で、そんな中ですね、それらを全て解決してくれるマイクっていうのも実はありまして、それがね、ワイヤレスマイクになります。文字通りですね、ワイヤレスなので、カメラとの位置も自由ですし、常にね、マイクが口元にあって、環境音を拾いづらくて、音声をクリアにね、取ってくれるというものになります。じゃあね、そのワイヤレスマイク、どのマイクがいいんだっていう話になると思うんですけど、探し始めると色々候補が出てくると思います。ただね、音質はいいけど、例えば充電ケースがないっていうモデルだったりとか、ラベリアマイクがちょっと付けられないっていうモデルだったりとか、あとは本体収録ができないですよっていうものとかね。なんかこれはできるんだけど、これはできませんみたいなね、モデルが多いんですよね。ただね、安心してください。必要なね、機能は全部載せの最強ワイヤレスマイクがあります。それがこのね、ホーリーランドさんから出ているラークマックスというですね、ワイヤレスマイクになります。しかも今回ですね、実はホーリーランド様からレビュー用にこちらのマイクご提供いただいておりまして、6月末にね、発売されたばかりの最新ワイヤレスマイクがね、もうここにあります。今ね、実は聞いてもらっている音声もこちらのラークマックスでね、収録をしておりまして、今回はですね、こちらのマイクをね、ご紹介させていただこうかなと思っております。本当にね、このマイクね、最強なんですよ。レビューとかはね、忖度なしにね、正直なレビューをしていくつもりでね、いるんですけど、本当にこれね、今のところ弱点が見当たらなくて、これでもかっていうことのね、機能が盛り込んであります。
一例なんですけどね、充電可能なこの専用ケースもついてますし、マイク本体での収録っていうのもできますし、こういったラビリアマイクも取り付けすることができますし、あとね、24ビットでの収録っていうのも可能になっております。さらにですよ、ノイズキャンセリングの機能もね、ついてきているというものになっていまして、まさにね、もう死角なしっていうね、状態なんですよね。そんな、ラークマックスについてね、いろいろとね、ご紹介していきたいなと思っております。はい。ではですね、まず外観と付属品についてね、お話ししていきたいと思います。送信機がですね、2つ、いわゆるマイクがね、2つ入っておりまして、それらをまとめて受信できる受信機が1つ。で、このセットになっているものに関しては、この充電ケースがね、ついてきておりまして、こちらでですね、送信機2つと受信機1つ、いっぺんにね、充電することができるようになってます。で、このケースの他に、このケースを収納するためのソフトケースっていうのもね、ついてきます。こういう感じのやつですね。かなり品質がいいケースになっていて、サイズもね、そんなに大きくないんで、持ち運びも全然できると思います。で、この中にいろいろと付属品が入っておりまして、ケーブル類とかがね、いろいろ入ってます。どんな内容かと言いますと、カメラに接続するためのオーディオケーブル。で、iPhone に接続するためのライトニングケーブル。あと、Android スマホ用の USB Type-C のケーブル。あと、USB Type-A から C への、いわゆる充電用のね、ケーブルと、あと、風防がね、ついてきておりますね。標準でね、スマホ収録にも対応しているっていうところがかなり嬉しいポイントだと思っております。で、送信機はですね、ここに上の部分にマイクがありまして、サイドにですね、電源ボタンとノイズキャンセリングのボタン、あと、ラビリアマイクを入力するための端子がありますね。なんでこれを使って別売りなんですけど、ピンマイクでの収録っていうのも可能になってます。また反対側にですね、レックボタンもついておりまして、このマイク単体での収録っていうのもできるようになっています。で、内部収録したね、このデータは USB のね、Type-C の端子がありますので、これを使ってパソコンに接続して取り出すことができるようになっています。で、付属してきている風防はこのマイクにね、専用設計になってまして、カチッとマイクの上部のところに取り付けることができるようになっていまして、で、このクリップでですね、服とかに取り付けることができるようになっていますし、あとね、こういったマグネットもね、ついてきておりまして、クリップできない場所とかに設置しなきゃいけない場合は、このマグネットを使ってね、服の上に取り付けるっていうこともできるようになっています。で、マイク単体はですね、重量が約 33g とかなり軽いので、ラビリアマイクをね、使わなくても、これ単体をね、服の上に別途貼り付けて収録するっていうことが全然ね、普通にできちゃいます。実際今もね、こういう形で服の上に取り付けて喋ってますけど、全然ですね、重さ感じないです。軽いので、実用足りるんじゃないかなと思っております。で、受信機側についてはね、タッチパネルのスクリーンがありまして、操作はかなり直感的にできるようになっております。で、ここについているダイヤルもね、もちろん操作することが可能です。で、受信機側の方にもクリップがありまして、これがね、カメラ周に接続できるようになっていますので、カメラに取り付けすることも可能です。で、受信機側の操作に関しては、ノイズキャンセリングのオンオフとか、マイクのミュートの操作、あと、レックのね、オンオフっていうところもできますし、あと、ゲインの調整や EQ の変更っていうのも可能になっています。EQ については、ハイファイ、ローカット、ボーカル強化っていうのがね、それぞれモードがございます。で、他にもね、収録モードも変えることができるようになっておりまして、モノラルとステレオとセーフティートラックを選ぶことができるようになっています。通常ね、モノラルで撮ることが多いと思うんですけど、ステレオでね、撮っていれば、マイク1とマイク2、それぞれですね、別のチャンネルで収録することができるようになりまして、編集時にそれぞれのチャンネルごとのですね、音量調節ができるようになるという便利な機能もついております。あとですね、スマホ収録をするときに便利な機能もついていまして、スマホ側のね、スピーカーをオンにする、これの設定ができるようになっています。
これをすることによってマイクを取り外さなくても音声確認がスマホ側でできるようになりまして、他のね外部マイクとかを接続するとライトニングケーブルに挿してそのまま収録するとね、スピーカーがオフになってしまって、いちいちそのマイクを取り外さないと音声確認ってできなかったんですけど、その煩わしさがね一切なくなってね、スマホ収録をメインにする方にとってもかなり嬉しい機能になってるかなと思っております。で、バッテリーについては最大 7.5 時間の連続録音が可能となっていて、ケースバッテリーも合わせると最大22時間の録音が可能になっていまして、長時間の撮影にも全然問題なくね、利用することができます。では、そんなね、マイクなんですけど、肝心の音質はどうなのかっていうところをね、ここからはマイクの音質についていろんなパターン、シチュエーションでですね、収録しておりますので、その音質比較っていうのをね、していきたいと思います。まずはですね、室内での収録環境ですね。エアコンがついていて、結構環境音がね、出ている状態です。一般的なね、ショットガンマイクで撮影した音と、このホーリーランドラークマックスで収録した音っていうのを比較していきたいと思います。はい、ということでですね、今音声チェックをしていきたいと思っております。今ですね、一般的なショットガンマイクをカメラに取り付けて話しております。エアコンもね、ガンガン焚いているんでね、環境音が出ている状況なんですけど、音質の方はね、いかがでしょうか。はい、ということで音質チェックです。場所は室内でね、エアコンとかガンガン焚いている場所で収録しております。今ですね、ホーリーランドラークマックスのノイズキャンセリングなしでね、撮っております。音質の方はいかがでしょうか。はい、で、次はですね、こちら、ラークマックスのノイズキャンセリングをありでね、撮っております。先ほどと同じようにね、エアコンの音がね、ガーッと今出てきている状態なんですけど、音質の方はね、いかがでしょうか。次はですね、野外でのテストになりますね。今、通常使っている外部マイク喋ってます。空防もつけてるんでね、風の音は入ってないと思うんですけど、ちょっとね、どんな感じの音質聞こえてますでしょうか。はい。はい。ということでですね、次はホーリーランドのラークマックスをつけて同じ環境でね、ちょっと撮っております。どうだろうね、結構電車の音とか環境音ね、すごい入ってる環境なんでうるさそうな感じなんですけど、どうでしょうかね。ノイズキャンセリングはオフにしております。はい、ということでね、今またホーリーランドのラークマックスノイズキャンセリングをオンにして喋っております。かなりね、今車通りが多いところに来たのでノイズがねすごい入ってると思うんですけど、どんな感じでしょうか。音質の方はいかがでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。かなりですね、環境音のノイズが減って声がね浮き出てきて聞こえてきているんじゃないかなと思います。加工前でね綺麗に撮れれば編集時でさらにノイズを減らすこともできるんで、高品質なね、映像になってくれると思います。実際に編集でね、ノイズを減らすこともできるんですけど、その補正をかけすぎちゃうと不自然な音声になっちゃうんで、やっぱり撮ってる段階からノイズが少なければ少ないほどね、品質はいいものが撮れると思っております。やっぱこのノイズキャンセリングの効果がやっぱすごいですね。で、音質のね、テストの方はこんな感じでして、で、この逆にですね、気になる部分は本当にないのかっていうところもね、一応お話ししておきます。現状ワイヤレスマイクとしてはね、完璧なんじゃないかなと思っているんですけれども、ただね、強いてあげるとするならば、価格の部分、ここはですね、ちょっと気になる部分になってくるかなと思っております。この専用ケース付きの送信機が2つ付いてるね、マイクが2つ付いているモデルに関してはですね、約47,000円と、現行一般向けに発売されているワイヤレスマイクの中では、かなりね、高価なものになっております。業務用のプロ用とかではもっと高いやつがあるんですけど、一般的なマイクの中では高めの部類になってまして、初めてワイヤレスマイクを検討されている方にとってはちょっとためらってしまう金額なんじゃないかなと思っております。ただですね、これはもう持論になっちゃうんですけど、音響機材に関してはですね、値段に比例して音質って上がっていくものだと思っていまして、音質向上を狙ってワイヤレスマイクを買うのであれば、もう最初からね、ラークマックスを購入する方が後々の可能性も考えていくと、かなりね、いい選択肢になるんじゃないかなと思っております。例えばね、将来ラビリアマイクが必要になるとか、
あとバックアップの収録が必要になるみたいなね、そんなシーンがですね、出てくる可能性が0%とは言い切れないと思いますので、どんな場面でも対応できるモデル、かつね、音質も保証されているマイクを買っておけば、長くね、使用できると思っております。あとね、単純にこれだけの機能が揃っているモデルであれば、価格はね、妥当なんじゃないかなと思います。むしろね、安いぐらい、コスパの良いモデルだとね、言ってもいいんじゃないかなと思っております。でね、もし、どうしてもこの予算面でね、このマイク難しいよってなった場合はですね、別のマイクを検討されるという場合は、同じくホーリーランドから出ているラーク M1 というモデルがありまして、これもですね、このラーク MAX ほどのモリモリスペックではないものの、ノイズキャンセリングもしっかりついていて、音質面でもかなりですね、綺麗な音で取れるワイヤレスマイクがありますので、そちらもですね、ぜひ検討してみていただければと思います。はい。ということでですね、いかがでしたでしょうか。忖度なしですね、もう正直にレビューしていくのが心情なんですけれども、ここまでね、弱点がないともう褒めるしかないんですよね。はい。それくらいね、完成度の高いマイクになっておりまして、動画のクオリティを向上したい方、またワイヤレスマイクを今検討されている方はですね、ぜひぜひチェックしてみていただければと思います。でこのチャンネルはですね、こんな感じで撮影機材やデスク周りのガジェットをレビューしているチャンネルでございます。この動画ちょっとでも参考になったよという方はぜひチャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。では、今日のところはこの辺でまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。